こんにちは、ネイジュの猪俣です。チャンネルをいつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はネイジュ手芸部第2弾の動画配信となります。第1弾の配信がこちらの布耳のトートバッグになりました。あとインスタライブでも紹介しているこちらのファスナーポーチもありますので、よかったらこちらもね参考に作っていただけたら嬉しいなと思います。第1弾は布耳で布合わせとかね皆さんで楽しんでいただけたかなと思うんですけれども、今回は3枚の生地を使ったこちらの巾着トートを作りたいと思います。こちらはね少し小ぶりになってますけれども、前回のトートバッグに比べると少し大きめになりますかね。こんな感じですね。並べるとこのぐらいの差が出てきます。入れる容量としては巾着になるので量的にはそんなには変わらないかなとは思うんですけれども、あとネイジュ手芸部に入部されてない方もこちらの動画を楽しんでいただいて、お手持ちの生地で作ることができるように丁寧に紹介していきますので、よかったら一緒に作ってみてください。で、全て布だけで作りますので、紐もですね布で作っています。動画の方は2倍速でもいいので、最後までご覧いただいてから制作に入っていただけるように、ネイジュ手作りのある暮らしの動画の方はそのように、編集の方を作成していますので、できるだけ分かりやすいように、前に裁断図をつけることもあるんですけれども、オンライン講座とは違いますので、どうしてもねそういう手間はかかってしまうんですけれども、そのような感じで動画の方を楽しんでいただけたらと思います。それでは早速始めていきましょう。生地が届いたらまず最初にやることがこのシワを取ることですね。まず霧吹きで全体に霧吹きをかけていただいて、そこから中温にしていただいてアイロンをかけていきます。必ず霧吹きなどを使ってシワを取っていってください。この作業は後でやるとまた生地が縮んでしまう場合があるので、この作業は最初にやっておきましょう。こちらの2枚の生地も同じようにシワを取っておきます。で、今回は3枚の生地がキットになっています。で、今回ですね皆様のキットと同じように縦が30センチ、横の幅は生地が長いこの幅になってますので、その半分の状態で裁断したキットを用意しています。こんな感じになります。で、そうなるとこの無地の生地ですね、こちらだけ少し幅が狭くなってます。2、3センチ変わるかなと思います。なのでこちらを基準にして制作をしていきます。今回は最初の裁断を間違えてしまうとちょっと作品が仕上がりにくくなりますので、裁断の方も一緒に進めていきたいと思います。まずは無地の生地を用意します。紐になる部分とこちらの口布になる部分になります。まず紐から作っていきます。今回はロータリーカッターを使いますけれども、ロータリーカッターない方は線を引いてハサミでカットしてください。5センチを2本用意します。まずこの作業を進めてください。この端っこの布の耳も含めた状態でカットしています。ではこの残った生地からスタートしていきます。毛が立ち始めているこの根っこから1.5センチを切り落とします。でこれを切り落とした状態の布耳になります。これもね最後に使いたいなと思うので、できれば取っておいていただけると嬉しいなと思います。そしたらこの余った生地で26センチを2枚作ります。今回できるだけ生地が余らないように全部使っていきます。こちらが口布になります。無地が切り終えた後でこちらの柄布を裁断していきます。無地の生地と同じように幅を26センチでカットしていきます。同じ作業を繰り返します。こちらは紐がいらないので端から26センチを2枚切ります。2枚切り終えたところになります。そうしたらで今度は下から5センチのところをカットしていきます。もう1枚も同じようにしてカットします。はい、こちらが切り終えた状態になります。今回使用する糸は
黒とグレーと白になります。黒がない場合はネイビーでも代用ができます。ネイビーか黒とちょっと濃いめの色をご準備ください。それでは準備するパーツの紹介です。こちらは外布2枚、内布2枚、同じサイズのものを4枚準備します。今回リバーシブルになるので内側もメインの生地を使っていきます。縦の長さは25センチ、幅は26センチになります。そしてこちらは持ち手になります。縦の長さは5センチ、幅は26センチ、2枚ずつで4枚準備します。そしてこちらはループになります。巾着の紐として使います。幅は5センチ、長さは55センチになります。そしてこちらは口布になります。縦の長さは20センチ、幅は本体と同じ26センチ、2枚になります。お好みでタグをご準備ください。ネジ手芸部の方はこちらの方ついてるかなと思うので、こちらをご利用ください。切り落とした後の布耳なんですけれども、こちらの方はまた別の機会に使用したいなと思いますので、年間通してですね集めておくといいかなと思いますので、大事に残しておいてください。それでは最初にループから作ります。ループは四つ折りにします。まず2つ折りにしてアイロンで折り目をつけます。開いたらこの折り目に合わせて布の端を折っていきます。布端を突き合わせにしていきます。今回は家庭用ミシン重機の EX7 を使用します。針は普通地用の11番、縫い目の長さは 2.4 にします。際を縫うときはこのような立ち目かがり押さえがある場合はこちらを使ってみましょう。四つ折りにしたこの紐の片側だけ縫います。1センチ先に針を下ろしましょう。で、上糸引っ張って押さえを下げます。返し縫いからスタートします。続いて持ち手を作ります。こちらのネイビーの生地とベージュの生地をそれぞれ中表に重ねましょう。待ち針で留める際はまず両端を留めてから間を留めておくようにすると縫いずれが防げます。それぞれを1センチ縫います。では1センチのところにマスキングテープを貼ります。これが布のガイドになります。針はちょうど真ん中に来ている状態でマスキングテープを貼りましょう。そしたら最初に待ち針を留めたところ、だいたい1センチ先に針を下ろして最初の待ち針を抜きます。で、押さえを下げます。で、返し縫いからスタートしていきます。この上糸は下ろした後に少し引っ張っておくと下糸のもつれが防げます。試してみてください。縫い終わりも返し縫いをします。だいたい1センチほど戻ります。では同じようにしてもう1本も縫いましょう。今度はアイロンをかけていきます。ネイビーをちょっとアクセントのように使いますので、この端を縫い目に合わせて折り目をつけます。折り目がついたところで反対面にします。今度は縫い代をそのままこの状態、持ち上がるような状態にして折り目をつけます。そしたらまた反対側にして、今度は縫い代と突き合わせになるようにして折っていきます。この部分折り方がちょっと変わりますので注意しながら進めてください。そうしたらもう一度折り目をつけます。今
今度はネイビーの方に縫い代を倒してしっかりと折り目をつけます。こういう風にすることで持ち手の膨らみができてきます。ここもしっかり折り目つけておきましょう。最初の折り目を消さないように折るのがポイントです。そしたら折り目に合わせてもう一度折っていきます。この時にネイビーの縫い代の方が包まれるような感じをイメージしてください。折り方の順番間違えないようにするとこのような感じでふっくらとした仕上がりになってきます。畳んだ時にこの両サイドにはみ出る部分が均等になるようにしてアイロンで整えておいてから縫い始めると綺麗に仕上がりますので、この準備だけは丁寧にやっておいた方がいいかなと思います。そうしたらこの両際を縫っていきます。最初にこの縫い止まってる方を先に際縫ってみたいと思います。少し前に進めてから返し縫いすると縫いやすいかなと思います。ではバランスしっかり見ながら縫っていきましょう。そしたら5ミリほど手前で押さえを上げます。押さえを下げてそのまま続けて縫っていきます。最後は返し縫いをします。もう一方も同じようにして縫います。上糸はネイビーの糸で下糸はベージュの糸にしています。糸調子しっかりね見てからやれば綺麗にできると思いますので、ちょっと説明後になっちゃったんですけど糸も変えながら進めてください。そしたら口布を準備します。両端を 1.5 センチずつ折っていきます。1.5 センチで折り目をつけたら一度開きます。開いたらこの折り目に合わせて付け合わせにしてもう一度折ります。そしたら三つ折りにします。同じようにして反対側も折り目をつけます。そしたらそれぞれの際を縫います。縫い終わりも返し縫いをします。そしたら中表にして2つ折りにします。折り目をつけたら一度広げます。表面の状態で中央に印をつけるために一度半分に折って少しだけ印をつけておきます。でもう一度広げたらここのところに消えるペンで印を×をつけておきます。この中央から4センチずつ持ち手の合い印をつけます。そうしたら合い印の外側に持ち手を表面にして待ち針で留めます。持ち手を仮留めします。仮留めはミシンの押さえの端を揃えて縫います。持ち手がついたら布を重ねて端から待ち針で留めていきます。持ち手のところは重なりが強いのとずれやすいのでしっかり留めておきましょう。そうしたら端から1センチを縫います。重なりのあるところは返し縫いをします。
縫い終えたらアイロンで一度広げて、この縫い合わせのところしっかりと開いておきましょう。反対側も同じようにして縫い代を交互に倒しながら折り目をつけていきます。こんな感じで縫い代両方倒しておくと、ここのところ際をこれから縫っていきますので綺麗に仕上がるかなと思います。そうしたらこの端の部分に印をつけていきます。自然に消えるペンを使いましょう。下から3.5 センチのところに印をつけます。そしたら横に線を引きます。この線を見ながら縫っていきます。もう一枚も同じようにして印をつけましょう。今印をつけた 3.5 センチのところに待ち針を留めます。まず最初に書いた線を縫います。端から端まで縫います。その後ここの際の部分を縫っていきます。最後にこの際のところを縫ったところです。でここが開いてます。ここがちょうど紐通し部分になります。それでは合い印を入れていきます。中央の合い印を入れますので、こちらの本体の生地の方も一緒に準備してください。そしたら2つ折りにして、いつものように中央斜めにハサミで切って V の合い印を作っていきます。こんな風になります。全部ねまとめて重ねて切ります。同じようにして全てに中央の合い印を入れていきましょう。こちらは柄が分かるように上の部分だけ中央の合い印を入れます。この後本体も縫っていきますので、こちらのタブも忘れずにご準備ください。そうしたらこちらを合わせていきます。このネイビーの柄が内側になるようにして中表にして重ねてください。そしたら中央を合わせて両脇を留めていきます。タブはだいたい上から 2.5 センチのところに仮留めをします。縫った後に柄がきれいに出るように位置を決めてみてください。そうしたらそれぞれを 5mm で仮留めします。針が動かせる方は針を一番右側に動かしましょう。仮留めなんですけれども、端と端は返し縫いをします。同時にタブも仮留めします。両方縫い終えたところになります。脇タブの方もこの時点でつけておきます。そしたら内布を重ねます。合い印で合わせましょう。そしたら今度は1センチでそれぞれを縫います。で重なりのあるところは返し縫いをします。
縫い終えたところになります。ここからはアイロンで少し折り目をしっかりとつけておきます。この口布をやった時と同じように交互に縫い代を倒しておきます。そうするとね、仕上がりきれいになりますので、ちょっと一手間加えておきましょう。今回はリバーシブルなのでどちらも表面になるので、際がきれいに縫えるようにこの作業を加えておきます。今度縫い代反対側に倒してネイビーの方にも折り目をつけておきます。同じ生地同士を重ねます。で重ねて、ここの縫い代のところは交互に倒しましょう。ここは縫いずれが起きやすい部分なので、脇の部分は交互に倒します。こんな感じで縫い代を交互に倒しておきます。そしたら周囲を留めます。内袋の方に返し口を残します。下から7センチのところに印をつけてください。そしたら上に向かって8センチのところですね。ここに印をつけます。そしたらここは縫わないというふうに印をつけておきましょう。待ち針で分かりやすいように留めておいてもいいかなと思います。そしたらこの返し口を残してぐるっと1周1センチ縫います。でこの辺に来るとこの口布がちょっとふっくらして縫いにくくなるので、指を入れて布をずらしてあげます。そうしたら続きを縫っていきます。でちょうどここの脇の部分はずれないようにしっかり確認しながら縫っていきましょう。でここ返し縫いします。この脇のタブのところも返し縫いをしておきます。はい、では返し口を残して周囲を1センチで縫い終えたところになります。そしたらこの角にカーブを描いていきます。こちらはコットンタイム1月号の付録になっているマルチコラボ定規になります。こちらのカーブのこの角を使っていきたいと思います。これがない場合はこういうお皿などを代用していただいて、こう当ててカーブを描いてください。でこの縫った縫い線に合わせて定規を当てます。でここでカーブをつけていきます。そしたらこの線の上を縫います。縫い始めはこのちょうどこの返し口のところに縫い目が重なると思うんですけれども、この縫い目を重ねながら返し縫いをしてずーっとここを縫って、ここで縫い目を重ねておきます。で線の上を縫い終えたらこのミシン目を重ねます。で何目か重ねたら返し縫いしましょう。で反対側の方は底側から上に向かっていきますので、1センチぐらい余分にミシン目のところを重ねていきます。ここも少し返し縫いしておきましょう。
たところになります。この縫い始めと縫い終わりのところは最初に縫ったミシン目に重ねていくんですけれども、後からほつれてこないようにするのがポイントです。しっかり返し縫いを入れておきましょう。そうしたらこのカーブの部分 5mm ぐらい残して角を切り落としていきます。内袋の方はそのまま 5mm 切り落としていきます。でこの残ってる部分が 5mm になるようにしてください。でカーブの部分を切り込み入れていきます。今回リバーシブルにしますので両方に切り込みを入れていくようにします。切り込みの幅はだいたい 7mm 間隔でミシン目の際ギリギリぐらいまでカットしましょう。で同じようにして外袋の方もカットします。外袋は縫い代はここのカーブのとこだけ 5mm 残して切ります。同じようにしてカーブに切り込みを入れます。こんな感じでカーブ表にする前に折り目をつけておくと綺麗に仕上がっていきます。そしたら返し口から表にしていきます。さあどうでしょうか。いよいよご対面ですね。返し口から表にする瞬間が一番楽しいですよね。ずっと裏側になってた状態なので。返し口から表にする時は引っ張り出すよりは押し出す方が布が綺麗になってくるかなと思います。では返し口から表に返したらここの縫い合わせの部分の縫い代しっかりと開いておきましょう。この状態でパタンと倒します。でここが平らになっているように意識してみましょう。反対側も同じようにします。そしたら周囲を留めていきます。はい、ではこんな感じで留まったところで縫い始めはこの脇タブがついているところからこの手前の1センチほど手前のところから縫い始めてぐるっと一周縫ったら縫い目を重ねてここまで縫います。このミシンのアームが外せる場合は外しておきましょう。そして立ち目かがり押さえに変えます。 1.5mm ぐらいを目安にして縫いましょう。ここからは返し縫いはしないでそのまま縫います。で縫う時にこの裏面のところも同じ際に縫えるようにこの指の腹でしっかりと裏面も意識しながら縫っていきます。縫い始めの糸が見えてきたところで針を止めて根元から糸を切ります。そしたらミシン目を重ねてここまで縫いましょう。だいたい1センチほど折りすぎるような感じですね。はい、じゃあここで少し返し縫いをします。はい、そうすると返し縫いをしたのと同じような状態になります。今みたいな縫い方をするとここの仕上がりが綺麗になります。ぜひお試しください。で裏側もアイロンもね最初にかけてあるのですごくね際が綺麗に整ってるかなと思います。裏表リバーシブルで使えますのでそちらもね意識しながら仕上げてみてください。それでは仕上げにこの返し口を閉じます。返し口はこの開き口のところから余分に1センチずつ取ります。で最初はこの開き口のところに待ち針を留めます。そしたらこの待ち針からだいたい1センチずつ余分に縫います。縫い始めと縫い終わりは返し縫いをします。この閉じ口の目印のところから1センチほど余分に縫います。はい、ではこんな風に縫い終えたところになります。そしたらもう一度表にします。あともう少しなので頑張りましょう。次はですね、続いて仕上げにこの紐を通します。紐を通す時はこういう感じの
紐通しがあるとすごく便利です。これ100円ショップとかで売ってますので、よかったら探してみてください。こんな感じで挟んで使います。でこの縫い目が下になるようにして入れます。はい、ではこんな風に紐が通ったところです。必ず縫い目が下になるようにして意識しましょう。でずっとちょっと引っ張ります。で引っ張ったらこんな状態に表状態になりますよね。これをこの紐を裏面同士にハートの形になってきます。これをちょっとひっくり返してこんな風に留めると、こう内側にするとこうなります。縫い目を内側にするような感じですね。はい、そしたらここを1センチ縫いましょう。こういう細いループを縫うときは、このループの真ん中ら辺に針を刺してから前に進めていくと縫いやすいかなと思います。ちょっと苦手な方は試してみてください。真ん中からそのまままっすぐ縫います。で針が落ちたら返し縫いをします。で反対側の端まで返し縫いをして、もう一度前に進めて最初の針を刺した場所まで来ます。ここで糸を切ります。そしたらまた内側にひっくり返して戻すとこういう風になってるかなと思います。そしたらこの縫い代を包むようにしてこの際を縫います。仕上げを縫う時も先ほどと同じように真ん中に針を刺して前に進んで返し縫いをするという風にしてみてください。反対側の縫い代を倒す時はこちらと同じ方向に、この倒す方向が同じ方向になるように仕上げます。この場合はここでこう倒してこういう状態にします。そしたら仕上げにここを縫います。はい、これで完成になります。お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。前回の巾着トートとはちょっと違って、この口の部分がヒラヒラするような仕上げ方を紹介させていただきました。キットの都合もあるんですけれども、いろんな作り方がありますので、よかったら今回の動画も参考にしていただけたらと思います。で、ネイジ手芸部の皆様は是非ですね、今回の動画を見ながら同じ形を仕上げてみてください。もしこちらの生地でもう1個作りたいっていう場合は、無地の生地をご準備いただいて2つ作ることもできるかなと思います。よかったらね、お手持ちの生地でも楽しんでみてください。今回も最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。次回のネイジ手芸部の作品はネイジのオリジナル生地を紹介します。今回予約販売を行っております。もしご興味ありましたら概要欄の方からチェックしてみてください。実際にオリジナル生地で作ったのがこちらの巾着になります。1枚でストライプの生地と花柄の生地が組み合わさった生地になってますので、こちらの反対面も同時に作れる生地です。で、素材としては今回キットでお送りしたベスト・オブ・モリスのシーチングの生地とほとんど変わらないぐらいの厚みなので、安心してお求めいただけるかなと思います。よかったらこちらの方も参考にしていただいて、ご予約販売の方をご利用いただけたらと思います。